こんばんは、もふもふ不動産もふです。今日はですね、イデコを使った節税でサラリーマンの節税について解説します。イデコって確定拠出年金の個人版ですごい強力な節税効果になります。で、昨日サラリーマン税金どういう税金かかってるか説明したんですが、それの節税にすごい効果があるのでおすすめです。ただちょっと年金なので60歳まで解約できないとか、受け取る時にも税金かかるっていうデメリットもあるんで、その辺ね、ちゃんとしっかり理解することで、リスクを抑えることができるっていうんで、基礎からですね、税金の話と年金の話両方説明します。で、自分は税理士ではないので、正確には税理士さんやファイナンシャルプランナーさんにちょっと確認をお願いします。で、イデコのイメージなんですけども、その確定拠出年金のイメージは、給料とかをもらって、さらに自分で個人で積み立てる、年金を積み立てるような感じですね。で、ここで年金を積み立てることで、こっち払う税金が減る。そういうメリットがある。かなりおすすめです。で、もともと歴史的にはその確定給付年金っていうのがあって、これ企業年金とかで、毎年、決まった年金を、65歳になったら企業が年金払いますよっていう、この、給付する金額を決めてる年金を昔はありましたと。ただ、それは高度成長時代で、若い人が多くって、利回りとかすごい高い、金利が高い時代は、この年金っていうの良かったんですけど、今低金利になってきてて、老人が増えてきてるんで、企業が、年金の金額を保証すると、すごいこの会社が負担が大きいってことで、今では確定の給付ですね、金額を確定した年金を企業年金っていうのはほとんどなくなりつつあって、アメリカのゼネラルモーターズ GM とかは本当に企業年金がものすごい負担になって、それがきっかけとかで、会社破綻に至るぐらい、本当に年金の負担って大きかったですと。なので、もともとは給付年金だったんですけども、給付する、その年金の支給額を決めると相当大変、リスクが、その30年後とか分かんないでかいんで、確定拠出年金っていうのは、お金を、会社が出すから、その代わり自分で運用しなさいっていうのが確定拠出年金なんですね。なので、このペンギンさんと、会社が、お互い出し合って、これマッチング型っていうんですけども、で、自分で何の商品かを決めて年金を運用する。それが確定拠出ですね。会社が、給付じゃないですよね。年金は保証しないけど、月々1万やるから、勝手に年金として自分で好き勝手運用しなさいと。あとは自己責任だよっていう感じのやつが確定拠出年金なんですね。で、これが企業型って言われるやつですね。で、イデコってやつは、これから次にイデコが出てきて、また個人型の確定拠出年金ということで、この個人事業主とか、サラリーマンでも、できる人とできない人いるんですけども、サラリーマンでも自分で拠出して年金を運用する。そういう、仕組みになってます。なので、もし、企業型であれば会社もちょっと半分出してくれて、自分も半分出すみたいな形であったりとか、細かくいろいろ違うんですが、イデコに関しては、自分で出しますよと。こっち側にないんですけど。で、ただ、ここで払ったお金が全額、控除されるっていうのによってすごい強力な節税になるっていうのがメリットです。で、控除どれぐらい具体的に、メリットがありますかってことで、昨日年収700万円の方の、独身の方が税金どれぐらい支払ってるかっていうと、年収700万円で、昨日説明したんですが、給与控除を引いて510万円になって、そこから、社会保険料とかいろいろ控除を引くと、大体370万ぐらいが課税所得になりますと。で、それに対して、住民税が 10% の37万円で、所得税が20% で、そこから42万円控除されるんで、だいたい30万円ぐらいが所得税で、合わせると67万円ぐらいになりますと。で、イデコを使うと、こっから、課税所得からそのイデコを支払った分が減りますと。なので、例えば、年間30万円ですね、積み立てた場合、イデコで。月々2万5千円ぐらい積み立てると、その370万円のところから課税所得が30万円引かれますということで、340万円になりますと。こうなると、30万円分に税金がかかんなくなるっていうメリットがあります。もうこれも本当支払った額が丸々税金かかんなくなるんで、結構強力ですね。で、どれぐらい税制の効果あるかっていうと、さっき言った住民税が、所得税が 20% で、住民税が 10% なので、大体 30% ぐらいですね、安くなりますということで、30万円の 30% ってことで、大体9万円ぐらいですね、節税の効果が出る。っていうのが多分そうなるはずです。ちょっと細かくはちょっと税理士さん確認した方がいいんですけども、自分の認識だと9万ぐらいですね、30% なので、これぐらい30万円払ったら9万円ぐらい税金が、返ってくるってイメージになって、で、30万円は丸々残るんで、年金として運用するんで、なので、積み立てながら、税金は控除されて、さらにこれで複利で運用したりするともっと大きなものになる。そういうその効果があると。
で、年金なので、どんな商品あるかっていうと、イデコとして買うんですけども、普通に証券会社とか銀行とかでイデコの口座開くとできるんですが、定期預金ですね。定期預金として積み立てることもできるんですよね。なので、お金をどんどん積み立てていくんで、リスクは比較的、その元本は保証されると。ただ、インフレして、お金の価値がどんどん減っていった場合は、もう定期預金だとカバーできないですね。そういうデメリットあるけど、定期預金としてもイデコは積み立てられると。あとは投資信託とかもできて、投資信託っていうのは前回前に説明しましたが、こういうファンドが日本株とか外国株、為替、金融、不動産とか、いろんなところに分散して投資して、それを運用してくれるような仕組みですね。そういう投資信託としてもできますと。なので、どうしたいかっていうのは自分自身で決めるべきで、おすすめはないわけでも絶対元本を減らしたくないんだら全部定期預金に突っ込んでもいいし、ある程度分散したいよっていうんだったら投資信託ですね。で、投資信託もインデックス型っていう何かに連動しているやつとか分散したりだとかいろんな商品があるんで、どこに投資するかは、人それぞれどういうスタンスで年金を運用したいか、自己責任で考えましょうっていうのが、イデコのスタンスですね。年金なので減らしたくないって方で、なるべく安定したいんだとしたら、こういう前投資信託のところで紹介しましたが、国内債券と外国の債券ですね、と株式とリートとかを、等分割で国内と国外で分けたようなやつとか、もう資産8分割しますよとか、新興国、先進国、国内みたいな、そういういろんな分割してるのがあるんで、平均的に世界にかけていくっていうのも、年金としては運用、かなり堅いというか、安全だとは思うので、それでも下がる可能性あるんで、投資信託なので、減らしたくないっていう気持ちがあるんだったら、現金でやっておいてもいいし、ただ現金であってもインフレのリスクはカバーできないんで、その辺は投資自己判断になるんで、好きな感じに、さらにこれを入り乱れてもいいしっていうんで、いろいろ検討の余地はありますと。でどれぐらいメリットあるかっていうので、例えば年間30万円を30年間積み立てた場合ですね、年収700万円の方が、そうすると30万円を30年間積み立てるんで、元本は900万円ぐらいになりますよと。で、節税としては9万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 とかね、270万ぐらいですかねになるっていうのがあって、これぐらい節税効果が出てくるんで、イデコはいいですと。っていうところが、イデコのいいところですね。で、逆に悪いところをこれから説明するんですけども、一つは、その60歳まで受け取れないんで、投資じゃなくて、年金なので、なので、でかい額かけても、その後は、60歳まで受け取れないんで、そこはちょっと注意が必要ですね。なので、積立 NISA は好きな時解約できたんですが、その利益にしか、節税できないっていうところがあったんですが、積み立て、こっちの、イデコに関しては元本が丸ごと節税されるっていう節税効果がすごい大きいんですが、逆に60歳まで解約できない年金として特別な制度なので、そこはちょっと投資っていうよりも年金の運用ってみた方がいいですね。なので、そのまま、60歳までずっと塩漬けにしてもいいようなぐらいの額で、細々とやるのがいいのかなっていうのが僕の考えです。あともう一個、ここで毎月、節税してるんですけども、この900万円を受け取ったら、その時に税金がかかります。なので、それは、結構忘れがちなので気をつけなきゃいけなくって、この受け取ったら丸々この900万円税金かかるんで、受け取り方っていうのに対してちょっと注意しないと痛い目を見るっていうのがあります。でどうやったら受け取るのがいいのかっていうんで、これ税理士さんとちゃんと相談した方がいいんですけども、自分の認識だと、受け取る時にこの900万円どうやって受け取るかで、一括受け取りと何年間に分けて受けるっていうのと、それを合わせてっていう3通りの受け取り方がありますと。でまるっとこれ一括で受け取っちゃうと税金かかるんで、その所得税と住民税が900万円にかかっちゃいますってことで、ちゃんと受け取り方考えなきゃいけないです。で、基本方針としては、退職金、どっかにお勤めであれば退職金制度っていうのがあるんで、退職金、会社を辞めた時に勤続年数に応じてその退職金控除っていうのがあるようです。で、例えば勤続30年で働いてると1500万円ぐらいまで退職金控除ってはあるので、もし、この1500万円30年で退職金控除があって、で、会社からの、退職金が、そんなになくって、丸ごとこれと会社からもらう退職金足しても1500万円いかないんだとしたら、一括でこれもらっちゃうと無税で受け取れるっていうのがあるんで、その退職金の、制度のこの、退職金の、控除額のマックスですね、
会社からもらう分とこのイデコの分足してマックスになるぐらいに、ここの額を受け取っておくのがまずはいいですっていうのが一つですと。で残りの分は分割して受け取るといいです。でそれなんでかっていうと、その一括で受け取ると累進課税になって税率上がるんで、なるべくこう薄く受け取った方が、月々年間ちょっとずつ受け取った方が累進課税が、かからないんでいいですね。であと60から65歳の時って年金多分支給されてないんですけども、その時に、年金控除っていうのがあるんで、確か年金控除70万とかあるはずなので、その枠を使いつつ70万円受け取って65歳から確か120万とかの控除額になるんで、ちょっと増やすとかで、なのでちょっと難しく聞こえるかもしれないんですが、とにかく退職金控除使って受け取れるものは全部受け取っちゃえっていうのが一つと、残りは広く薄く長く薄く受け取って退職金年金控除使って受け取ると、一番良さげですね。この辺税理士さんに相談した方がいいですね。はい。それが自分が調べた感じだと一番お得な感じでした。で最もダメな受け取り方は、全然退職金控除も何もない時に900万円ポコンと受け取るとものすごい税金かかりますんで、これ注意ですね。今話題が法人の定増保険とかでもこういう受け取り方すると一気に節税した意味がなくなるんで注意なんですけども、その一番ダメな受け取り方で、例えば何もない時に900万円バコッと受け取っちゃいましたよっていう風になると、900万円、他に何も、税金がない場合、ちょっと基礎控除とか無視しちゃってるんですが、所得税は900万円で 23% なので、大体それに63万円の控除っていうのがかかるんで、所得税で計算すると140万ぐらいですかね。ちょっと本当は基礎控除あるんでもうちょっと下がったりとか、他に収入あったりするともっと増えるんですけども、144万円ぐらい所得税かかって、住民税は10% かかるんで90万円ってことで、私230万ぐらいかかっちゃいますってことで、結局10年間積み立てて、ここで270万円ですね、年間9万ずつこう節税していって、ラッキー270万円税金浮いたよと思ってるんですかもしれないんですが、最後受け取り方を失敗して全部ガツッと一括で受け取っちゃうと、230万ほとんど8割ぐらいですね、節税した分の8割ぐらい税金払わなきゃいけないっていうので、税金の先送りだけになっちゃいますっていう。なので、イデコとか、年金とかですね、その繰延系の税金の支払いに関しては、最後出口、こう売却とか受け取るときに税金かかるケースが多いんで、不動産売却とかも減価償却とかもそうなんですけども、結局最後受け取るときっていうのが一番大事ですね。なので、定増保険とかの法人の今締められようとしてるんですが、それに関しても受け取るときに、こういうふうに帰って一括でバコッと受け取っちゃうと税率上がって帰って損するみたいなケースが稀に発生するんで、ちょっとその受け取り方はよく注意しないといけないですと。これちょっと重要ですね。受け取る時なんかね、僕で言ってもね、2、30年20年後とか以上になるんで、あんまり考えてないかもしれないんですけども、受け取る時のことは軽く知っといた方がいいですね。でまた20年後どうなってるかわからないんでその時はその時また考えなきゃいけないんですが、なのでイデコって言ってね、入るのばっかお勧めする人多いんですけども、そのデメリットですね、この受け取る時にやっぱ税金かかるよっていうのは知っておかないとちょっと痛い目を見ます。で前回ですね、積立 NISA とイデコ、比較しようかなと思ってて、積立 NISA 説明したんですが、大きな違いはやっぱこの購入した金額が、積立 NISA は別に課税とか普通に税金かかるんですが、イデコの場合は、さっき言った全額税金が課税所得から控除されるっていうのがあるんで、すごいメリットがありますと。でただし、60歳までしか受け取れませんと。ただ、積立 NISA はいつ好きな時いつでも解約できるんで、そういったメリットがあると。で、一番大きなところは60歳まで解約できないですし、解約した時に年金として受け取ると課税されるよっていうところは違いますと。なので、積立 NISA とイデコって制度は似てるんですけども、目的は全然違くって、積立 NISA はあくまで投資で好きな時に解約して、利益に対して税金がかからなくなるっていうメリットがあるんですが、イデコに関しては課税所得から税金が引かれるっていうメリットがある分、年金として60歳まで解約できなくって、その分受け取った時は税金かかるっていうところあるんで、気をつけなきゃいけないです。それでイデコなんですけれども、イデコは年金であって、あくまで全然投資ではないっていうことで、そこは注意が必要ですと。で、強力な節税の効果があるんですけれども、積み立てて年金として運用するにはすごいいい商品であると。
貯金とか投資とかできるんで、安全に積み立てることもできるし、ちょっと投資向けの商品も買うことができますので、60歳までは解約できないと。で、受け取るときは税金かかるんで注意が必要ですと。なので、年金と、税金のイメージですね。こういうのを持っていくことで、しっかりと運用して、将来のですね、自分の年金を蓄えておく。それのためにはイデコってすごいいい制度だと思います。はい。で、今日は、どうも最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、不動産投資とか、お金ですね、税金、あと、お金を稼ぐ方法について解説してるんで、もし面白かったらチャンネル登録をお願いします。で、あと、Twitter やってますんで、よかったらフォローしてください。あと、LINE アットやってるんで、不動産投資の情報を発信中です。それではどうもありがとうございました。